ぜひこれを見たメーカーの広報の方、新型が出た際にはですね、マサチャンネルにオファーをいただけたらありがたいかなというふうに思っております。これ、そうだそうだって思ってる人たくさんいると思うんで、そうだと思った方はちょっとコメントでね、そのメーカーの人ぜひマサチャンネルに貸してあげてくださいってちょっと書いてください。ぜひ。そしてですね、マサチャンネルといえばアドベンチャー、アドベンチャーといえばマサチャンネル。アドベンチャーバイクは1、2、3、4、5、6、7、8台乗りました。乗ったバイクはトレーサー 9GT、VFR800X。これは後にもう自分で買ってしまいました。自分のバイクになってしまいました。そしてトランザルプ750、V ストローム 800DE400X、V ストローム 250SX、V ストローム 250ADV160 ということで、なんと1、2、3、4、5、6、7、8台のうち3台が V ストローム。V ストローム好きじゃんみたいな感じなんですけど、そんなことはないんですよ。そんなことはないんですけど、V ストローム800を乗りたかったんですね。で、800乗りたかったので、GSX-8S も乗ったみたいな感じがあるんですけど、ぶっちゃけね、こう一台一台説明するのはかなり難しいんですが、この中で最も僕の印象に残ったバイク、これね、1台には決められないわ。決められないけれども、2台ありますね。で、1台はトレーサー 9GT です。これはね、もう僕の中では完璧なバイクです。ほぼほぼ完璧です。で、これはね、アダプティブクルーズコントロールがついてないモデルだったんですけども、これでアダプティブクルーズコントロールがついていたら、もう無敵でしょうね。もうとにかく速い、軽い、コーナー気持ちいい、サスペンション優しい、電子サスペンションね、優しい、エンジン下も上も回る、振動ない、音気持ちいい、乗っててかっこいい、ウィンドプロテクションめちゃめちゃいい。なんだろう、もう何の穴もないですね。すごいバイクでした。で、お尻も去年乗ったバイクの中では一番痛くならなかったです。足つきとかがそんなに良くないっていう難もあるけれども、そんなに気になるほどじゃないし、とにかくすごい。もう何に買ってもいいよって言われて、楽なバイクが欲しい、長距離ツーリング行くのに楽なバイクが欲しい、街中ちょろちょろっていうよりはね、長距離ツーリング行くのに楽なバイクが欲しいと言ったら、僕は迷わずトレーサー 9GT を選ぶと思いますね。とにかくすごいですね。もう完璧なバイクです。で、不思議なのが、このトレーサー 9GT に関して賛否があるっていうね、なんでこんな速いエンジンなんだろうとかね、必要あるんですかとか、なんかいろいろ賛否があるのが面白いなっていう感じがするんですよね。よくこんな完璧なバイクに文句言えだねみたいな感じはあるんですけども、ほとんどネガな部分を感じなかったですね。それから昨年乗ったバイクの中で小排気量の中でですね、飛び抜けてよかったのが V ストローム 250SX ですね。これもね、足つきに関してはね、ちょっといろいろ問題がある人もいるかもしれないし、もうちょっと低い方がいいっていう人も多いとは思いますけども、こんだけの軽さがあったら僕はそんなに気にならないけど、とにかく 250cc のアドベンチャーの中では多分ピカイチのエンジン性能、それから長距離行った時もやっぱりエンジン性能がいいから100キロ巡航時のエンジン回転数が低いんですよね。っていうことで言うと V ストローム250無印の方もすごくいいけど、あれってね100キロ巡航になると結構エンジン回っちゃうんですよ。それがね結構なんか疲れちゃう感じがするので、なんかフロントスプレーケットを大きくしたりとかする人が多いんだなとは思うんだけど、やっぱり SX かな。これはとにかくねすごい
エンジンが良かったですね。乗りやすかったし。なので、小排気量で旅行ってくださいって言われたら、僕は迷わず行くかな。250SX に。という感じがしますね。それから 400X、これもね、前から乗ってほしいって言われてて、で乗ったんですけど、これはね、もうね、いい意味でも悪い意味でも、もうドンピシャ、ど真ん中、癖がない、何にもない。もう、普段着てる普段着のように乗れてしまうバイクですね。というと、V ストローム250も 400X も、割と地下彼氏、カテゴリーにいるかなっていう感じはするけど、車検があるかないか400か250かっていう差になってくるんだよね。でもやっぱ高速を使った巡航性能っていうと、僕の中では V ストローム250ってなかなか厳しいなって、走れなくはないんですよ。全然走れなくはないんだけど、100キロ巡航時のエンジン回転の高さとか、いろんなことを考えると僕は 400X が欲しいなーなんて思ったりとかするけど、車検のあるバイクはちょっと無理だなっていう、その人のために V ストローム250っていうのが売れてるんだと思うんだけど、とにかく 400X はもう何にもなかったですね。もう普段着のようなバイクでした。それからね、乗ってて、なかなか評判と、それと実際が全然違ったのがトランザルプですね。トランザルプ、売れてないらしいですね。あれね、僕思うんですけど、ちょっと評論家とか、それからちょろちょろ乗った人が足つき悪いとか言い過ぎだと思うんですよね。全然足つき悪くないです。そして200キロちょっとの車体なんで、軽いからね、そんなに足つきは僕は気にならなかったんですよね。ただ、テネレ700と真っ向勝負でしょ。で、テネレ700を乗ってないので何とも言えないんですけれども、トランザルプ750自体は、僕はほぼほぼ完璧に近いバイクだというふうに思ったんですけど、僕は、やっぱり、チューブレスかな。チューブレスになれば、触手が伸びるかも。あのバイクの形とか僕大好きなんで、あれでチューブレスだったら触手が伸びてる可能性がありますね。あれなんかアフリカツインとかのホイールとか履かせたりとかできないんですかね。そのまま履かせられないでしょうけど。キャストホイールでもいいと思うんだけどね。なんかちょっと、なんでチューブレスなんじゃないのかなっていうのが僕の中で大きい。テネレってどっちかというとオフ車のイメージじゃないですか。だからチューブタイヤで行くであるっていうのもなんとなくわかるんですけど、トランザルプもその方向で作ってんのかな、そうなのか。イメージの中ではテネレ700よりオンロードのイメージなんですけどね、僕の中では。だったらなんでチューブタイヤにしたのかなっていうのがすごく疑問に残るところではあります。で、V ストローム 800DE、 これはね、マジでマサチャンネル史上一番ビビったバイクでしょうね。今年乗ったバイク結構ビビったバイクは多いけど、はやぶさ、刀 800DE、 これはねビビった。とにかく足つかねえわ、でけえわ、重いわ。けど結局はやぶさに関しては足つき良かったし、800DE に関しては実は U ターンとか超絶やりやすくて、ちょっと足つかなくてビビるんだけど、ちょっと乗り慣れたらすごく乗りやすいのよ。で、結果的に先シーズン乗ったバイクの中で一番ビビってたバイクはカタンですね。カタナやばい。もうハンドル切れ角もないわ、足もつかねえわ、クソ重てえわ、エンジンパワーはすげえわ、刀はあれはほんと癖あるわ。なので刀乗る人は必ずちょっとレンタルしていただきたいなと思うんですけども、 800D はねとにかくでかかったな。800D 買うんだったらアフリカツイン買うだろうみたいな感じになるので、だからよっぽど鈴木ファンです、アフリカツインは乗りたくないですっていう人がアフリカツインの対抗馬として出してきてんのかな。今800の無印とかもあるし、だけどやっぱりこう
アフリカツインと真っ向勝負ならば、そうか、1050になるのか。V も1050なんだよね。ってことは、やっぱり800だけども、テネレ700とかと同じカテゴリーのオフ車っていうポジションで出してきてると思うんで、チューブタイヤだしね。それにしてはちょっとでかすぎるだろうみたいな感じが僕の中ではしたかな。でもあれ、170後半ぐらいある人が乗ったら、割と乗りやすいバイクなのかもしれませんね。そしてですね、もう一台が ADV160 なんですよ。でね、これはね、PCX160 乗って、すげえエンジンだなっていうのは分かってたんですね。なんで、いつかね、ADV160 乗ってやろうと思ったんですけども、ただレンタルで乗っても面白くないなと思って、まだね、アップされたのかな、アップしてないのかな、多分アップされてると思うんですけども、昨年ね、行ったロングツーリングで一番長いツーリングがね、500マイル。500マイルツーリングっていうツーリングをね、昨年させていただいて、自分のね、マイバイクって今夜トゥナイトみたいなこと言っちゃいましたけど、自分のバイクで行ったんですよ、1回はね。それはね、鳥取砂丘、それから、出雲大社、あそこまでがね、埼玉から800キロです。すげえ遠かったね。すげえ遠かった。だけど800cc ある、アドベンチャーバイクなんで、どうかなと思ったけど、やっぱり行けてしまうんですよ。すげえなあれって思ったけど、じゃあ、500マイル、小排気量でもアドベンチャーならいけるでしょみたいな動画をね、これもやりたくて、で、そこで真っ先に思い浮かんだのが ADV160 でしたね。で、もう一台ね、元奥レンタルさんにあった CB160X だっけな CB150X だっけな、インドネシアかなんかで作ってる、あれもちょっと候補に上がったんだけど、ちょっとマニアックすぎるんで、ちょっとやっぱり俺のバイクで行ってくださいみたいなコメントもちょっといただいたのもあって、ADV160 で行ってみたんですけど、今回乗った約20台のバイクの中で、結果的に一番怪物だったのは ADV160 でしょうね。これはね、半端ないです。半端ないバイクですよ。とにかく、速い、加速がすごい、ワインディング気持ちよく走れちゃう大型バイクみたいに、燃費はもう凄まじくいい、荷物はめちゃめちゃ積める、ウィンドプロテクションもそこそこいい、ノーマルの状態で、高速道路全く問題なく走れる、どこに穴があろうかみたいな感じなんですけど、やっぱりね、安くて小排気量なんで、もうちょっとこういう風にしたいなっていうところがいくつかあるんですよ。で、そのことに関しては、レンタルバイクの方でね、ADV160 の方で全部伝えてるんですけど、やっぱちょっと ADV160 に関しては、ウィークポイント2つかな。1個はもうリアサスペンションですね。これはもう皆さん言ってますけど、やっぱ初期の入力がすごく強いですね。それから、やっぱりこれは仕方ないのかもしれないけど、100キロ巡航時でですね、1万回転ぐらいまででレッドゾーンになるエンジンの8000回転ぐらいを使ってるんですよ。なのでかなり回っちゃってるじゃないですか。だから、ちょっとの上り、ちょっとの下りとかで、すごくパワーの出方が変わっちゃうんですね。あれがある程度一定のところちょっとぼかしておいたりとかしてくれるとぼかせないよね、そんなのね。なんかちょっとちょっとの差でね、スピードがキープできるような感じにしておいてもらえると、かなりいいかなっていう感じがしたのと、その自分が、例えば70代って僕若いと思うんですよね。もっと80代とかになった時に、なんか、まだバイク乗ってるかなみたいな、乗れるぞみたいなところの、なんか夢を叶えてくれるようなバイクになるような気がしてて、とにかく、800キロ普通に行ってきたからね、俺。800キロ普通に朝5時ぐらいに出てきて、普通に帰ってきたからね、俺。1日で。すげえバイクだよ。とにかく。なので先シーズン乗ったバイクの中では、怪物と言われるのは、僕が思うのはADV160 が最高の怪物でしょうね。じゃあちょっと話が変わって、じゃあ今回乗った20代の中で、
一番きつかったのは何かっていうところで言うと、さっきちょっと話しましたけど、一番やばかったのはやっぱ刀でしょうね。刀がやばかったね。もうとにかく足はつかねえし、重てえし、重たくないんですよ。重たくないんですけど、やっぱ重たいし、もうパワーの出方とかやばいし、そりゃそうだよね。210キロで150馬力なんて扱えるわけがないし、高速道路なんかだってさ、ネイキッドなんだから120キロぐらいでもう限界なのに、一速でね、8000回転ぐらいで走れちゃうし、これどうなってんのこのバイクみたいな感じだった上に、燃費もだってそんだけハイパワーだからそんな良くないのに、タンクが10リッターちょっとしかないっていう、どうなってんだこのバイクみたいな。めちゃくちゃ強いじゃんみたいな感じでしたね。とにかくね、ハンドル切れ角も少なくて、U ターンはとにかく怖くて、奥多摩走ったんですけど、奥多摩でね、ちょっとこう動画撮るんで、ちょっと U ターンとかするんだけど、とにかく U ターンが一番怖かった。もう足ついてもちょろちょろしか行けなかったし、足ついても足もつかないし、もうとにかく怖かったです。なので、一番ビビって乗りづらかったっていうとちょっとあれだな。でも乗りづらいバイクが好きな人もいるからいいのか。ちょっと癖があったバイクは、刀というところですね。それからね、体がきつかったのはね、体はそうでもなかったです。体が一番きつかったのは、これはもうこれですね。はやぶさ。はやぶさはごめん。長距離行ける人は行けると思いますけど、僕はちょっと前の席の椅子を掴むぐらいの遠い、ハンドル。あれはね、ちょっとホークイレブンもきつかったけど、ホークイレブンよりきついかな。とにかくハンドルが遠い。もうほんと隣の家みたいな感じでですね、足つきがいいのがせめてもの救い。運転しやすいのがせめてもの救いかなと。で、クラッチは激重、アクセルもめっちゃ重い。鈴木さんなんであんな重くしたのあれって思っちゃうぐらい。ほんとすごい大変だった。それから何かな、きつかったのは、そんなもんかな。そこがちょっと飛び抜けてすごすぎて、きつすぎて。っていう感じですね。で、意外だったのは、SS のね、ZX25R、ZX4R が割と長距離性能がありそうだぞっていうところが意外だったところと、アイアンパパさん、これもね、意外と長距離いけるんじゃないかななんて思いながら、本当に気持ちいいバイクだったっていうところがね、結構意外だったなっていうところと、じゃあ、先シーズン乗ったこの19台の中で、マサチャンネルさん1台に決めてくださいよ。1台買ってくださいよって言われたら、どうかな、1台買ってくださいよって言われるときついけど、街中を乗るっていうことを考えたときに、今僕の50代の体、まだ若くて重たいバイクも乗れるって考えたときに、今乗りたいバイク1台に決められないけど、一応2台あるんだけど、発表していいですか？この中で2台に決めるとしたら、1台に決めるんだけど、1台に決めるとしたら、1台に決めらんないのよ。だからちょっと2台だとすると、トレーサー 9GT か、V ストローム 25SX ですね。で、今、僕の体力とかがこれからどんどん衰えていくわけじゃないですか。で、衰えていった時に乗れなくなっちゃうかもしれないから、今乗っときたいなって思うのは、やっぱり重たい方かな。なので、今どっち買いますかって言ったらトレーサー 9GT。いや、でもトレーサー 9GT のアダプティブクルーズコントロールついてる方なんか乗っちゃったらめちゃめちゃ楽だから、じゃあやっぱり SX でしょ、25SX でしょってなって、ちょっとぐる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 してる感じだけど、1台しかバイク持てないんだったら、V スト 250SX かな。あれはとにかくいいバイクですよ。もうめちゃめちゃいいと思う。もうちょっとおじいちゃん、あと30年後僕80代になってたら、ADV160 いくな。で僕ね、VFR800X を買って、あれ電子デバイスほぼついてないくてもね、
500マイルとかさらっといける、さらっとっていうかね、いけちゃうので、トレーサー 9GT 買ってアダプティブクルーズコントロールついてたら、俺多分日本の端から端までいける気がするんだよね。やってみるまあちょっとね、高すぎて手が出ないので、まあしばらく買えないとは思いますけども、まあしばらくね、やっぱり唯一無二のエンジン機能である VFR800X、V4VTEC っていうね、まあ、今年車検ですし、車検も通すんでね、まあしばらく乗っていたいかなっていうふうには思ってるんですけども、それでですね、概要欄にレンタルバイク出たもの勝負の再生リストを貼り付けてあります。なので今言ったバイク全部こうスクロールして見ていただけるとですね、全部載ってるので、気になったバイクあったらね、ぜひ見ていただきたいなって思うのと、それから今これをですね、チャンネル登録なしで見ていただいている方、1台ね、2万かかるんですよ。なので、ぜひですね、チャンネル登録にご協力をお願いしたいのと、それからね、新型出たらね、大体皆さんこう動画でインプレ見たりとかするじゃないですか。で、僕、ほんとちゃんとやってんのよ。本当に俺が一番ちゃんとやってるからっていうぐらいちゃんとやってんですよ。でね、みんなが見て勘違いしてほしくないのはね、なんか、レンタル動画じゃなくてね、試乗動画だよね。試乗動画、その辺ちょろちょろ回ってこうだよって言ったのをですね、ああ、こういうバイクなんだって思っちゃうと、すごい痛い目合うと思います。特に、チャンネル登録者数がもう何十万人もいて、ちょっとその辺回って、やっぱこういうバイクだったね、みたいなことを言ってる、まあ分かったようなこと言ってる、まあ俺ほんと嫌いな都内のバイク屋みたいなのがいるんですけど、もうその辺ちょろちょろ試乗してガタガタ語ってんじゃねえよ、みたいな、なんか口だけ野郎がとにかく嫌いなんですよ、僕。ちょろちょろ試乗して語るなっつうのよ。その足継ぎとか語ってんならわかるけどさ、わかんねえからそのくらいじゃっていう。鑑賞用で見る動画と、それからガチで参考にする動画って分けた方がいいと思います。やっぱり映えて可愛い女の子の動画とかはね、めちゃめちゃ楽しいけど、俺も見てるけど、だけどそれはね、やっぱり鑑賞用ですよ。ガチの女の子いるよ、いるけど、鑑賞用は鑑賞用で見ておいて楽しまないといけないと思います。で、ガチの本当参考にする人の側に僕は絶対いると思うんで、参考になるインプレをしてほしいと思っているならば、メーカーの方、新型出たらちょっとマサチャンネルに貸してくださいよ。本当にこれ生意気じゃなくて、しかもできれば半日乗りたい。最低でも6時間はできれば8時間乗りたいです。そしたらほとんどのことわかると思うんで、ぜひこれを見たメーカーの広報の方、新型が出た際にはですね、マサチャンネルにオファーをいただけたらありがたいかなというふうに思っております。これそうだそうだって思ってる人たくさんいると思うんで、そうだと思った方はちょっとコメントでね、そのメーカーの人ぜひマサチャンネルに貸してあげてくださいってちょっと書いてくださいぜひお願いしたいと思います。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、先ほど言ったようにチャンネル登録に、チャンネル登録ご協力をお願いいたします。それではマサチャンネルこれにてさようなら。